颯爽とジェット機が降り立つ隠岐空港。今年滑走路が延長され、隠岐の新たな空の玄関口として生まれ変わりました。空港のすぐそばにある空き地。今年の夏、ここは新空港の開港を祝う特別な催しの舞台となりました。200年以上の歴史を持つ隠岐古典相撲です。島に重要な祝い事があった時にだけ行われてきた伝統行事。総勢200人の男たちが神様に奉納するため、一昼夜にわたって相撲を取り続けます。今回の古典相撲は5年ぶりの開催となりました。花形の役力士に選ばれた島の男たちにとって一生に一度の晴れ舞台です。夢って言ったら言い過ぎですけど、追っかけてできるもんではないですでね、やっぱりやってみたいっていう気持ちはありましたんでね。隠岐で大切に受け継がれてきた誇りをかけた戦いを追いました。時間いっぱいバッタリです。日本海に浮かぶ隠岐諸島。相撲発祥の地と言われる島根県の中でも特に相撲の盛んなところとして知られています。神社の境内の片隅や住宅地の中の空き地、何気ない場所に土俵が作られています。島にはこうした土俵が全部で25もあります。相撲は島の暮らしの一部になっています。沖ノ島町五箇地区。この地区では大人も子供も相撲が大好き。伝統の古典相撲にもこれまで数々の名力士を輩出してきました。今回の古典相撲で五箇地区の期待を一身に集めている人がいます。中田義雄さん、身長172センチ、体重135キロ、見事なあんこ型の力士体型です。5歳の時相撲を始めた中田さん。恵まれた体格を生かし、これまで国体など数々の大会で活躍してきました。そんな中田さんの夢が古典相撲の晴れ舞台で地域を代表して相撲を取ることでした。やっぱり自分らとしてはやっぱり五家の相撲を取りたいっていうそこの自信じゃないですけど自負みたいなものはありますから、集大成っていうか今まで相撲をやってきたことへのその証じゃないですけど、形に残るもんですよね。そもそも古典相撲は江戸時代に始まったと言われています。特別な祝い事の際、隠岐全島から力自慢を集め、夜通し相撲を取って神への感謝を捧げてきました。今回は新隠岐空港の開港を記念して5年ぶりの開催です。
祝い事のある地域を中心とする座元とそれ以外の寄り方。古典相撲は毎回島を二分しての争いとなります。力士たちは地区の名誉と誇りをかけて戦います。その頂点に立つのが大関、関脇といった役力士です。この木の柱は役力士に選ばれた証。柱を勝ち取ることは島の人々にとって今も最高の名誉とされています。6月、役力士の選考会議が開かれました。ただいまより、寄り方会議を開始いたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。役力士は全部で7人。最高位が大関なのは昔は横綱という位がなかったからです。どの地区から役力士を選ぶのか、強さに加え品格、年齢などが考慮されます。10代の時から相撲部で頑張っておりまして、タイトルも一応10代の時にも取ってるというようなことで進めたわけですけれども、年も34歳だし、今回はなら妻に一つ譲って。役力士になれるのは一生に一度きり。みんな必死です。そういたしますと、長さん大関について、中田義雄さん、はい、年齢が29歳です。正大関の候補に中田さんの名前が挙がりました。国体出場5回、29歳という年齢、そして後輩への熱心な指導ぶり、申し分のない実績でした。結局満場一致で中田さんが正大関に決定しました。夜10時、会議の結果はすぐに中田さんに伝えられました。待ちに待った朗報に五家地区の歴代の力士たちも集まってきました。やっぱり責任重大ですから、まあもう今からちょっと緊張してますけどいやでも本当みんなに支えられてやることなんで嬉しく思ってます、はい。さて中田さんの相手、座元側の正大関は誰になったんでしょうか。古典相撲では座元と寄り方が拮抗したいい勝負をすることが求められます。そのため相手に応じてほぼ同じ力の役力士が選ばれます。はい、それなら長さん大関、名前池田剛。今回座元側の正大関になったのは池田剛さん。中田さんと同じように満場一致で選ばれました。池田さんは町の高齢者福祉施設で働いています。気は優しくて力持ち。こう見えて何度も高校総体や国体の県代表になっています。池田さんにとって役力士は小さい頃からの憧れでした。3つ年上の兄の邦彦さんの晴れ姿は今もよく覚えています。やっぱり相撲沖でやってたら、その役に、選ばれるっていうのはですね、非常に名誉なことで、嬉しいことだと、自分の相撲人生の中でですね、一番いい相撲が取れるようにっていう気持ちですかね。
実は池田さん、中田さんと同じ高校の2年先輩。相撲部で同じ釜の飯を食った者同士。お互いの手の内は知り尽くしています。正直やりにくいですよね。その気持ちの強さも知ってますし、普段はやっぱりすごい優しい先輩ですけども、やっぱ勝負っていうことになるとその気持ちが前面にガッと出てくるところっていうのも知ってますんでね、やはり怖い相手ですよね。本番まで1ヶ月となって各地区で本格的な稽古が始まりました。役力士は地区の代表です。相撲好きの隠岐の人たちは毎日のように見学に集まってきます。上田相撲部を見に来て好きだからわしも、やっぱし地元を応援したいね、社会人が多いため稽古は夕方から始まります。中田さん出てきたね。午後7時、仕事を終えた中田さんが稽古に駆けつけてきました。中田さんが得意とするのは怒涛の寄り。隠岐で一番体重が重いと言われるだけあって威力は抜群。でもスタミナには少し不安があります。そんな中田さんにアドバイスしている人がいました。福浦光直さんです。福浦さんはかつての役力士。今回中田さんの世話一切を買って出ました。もう小さい時からそれだろうね、小学校の時からずっと指導してますけどね、その分今度はしっかり取ってもらいたいしね、いい相撲を取れるようにいい環境にねやれるようにしたいと思って一生懸命今やってます。稽古の後、力士たちを待っているのが炊き出し。隠岐ではやこいと呼ばれています。食材のほとんどは地元の農家や漁師の人たちからの差し入れです。そして調理を引き受けるのが地区の女性たち。地域のみんなが力士たちを支えています。やっぱり作りがいがあります。それにしてもこれだけ美味しそうに食べてもらえると嬉しいでしょうね。今まで自分を支えてもらった地域の人だとか、相撲を教えてくれたおっちゃんおばちゃん、そういう人たちにやっぱり見てもらいたいし、そういう人たちのためにっていうところがやっぱり強いですね。そして中田さんの心の支えがもう一つ。今年5月に生まれたばかりの長男大輔くんです。もうちょっと早く来れればね、柱の上に一緒にね乗っけてやりたかったですけど、まだちょっとちっちゃすぎてですけどね。あっしゃりあっしゃりってやってやりたかった。ただ頑張ってもらえればなと。私はあまりちょっとお手伝いができないので、それは気がかりなんですけど、本当に家で応援してるぐらい
ですね。家族と地域の人たちの励ましに後押しされ、中田さんは古典相撲の晴れ舞台に臨みます。一方、座元の西大関池田剛さんも順調に稽古を重ねていました。時間いっぱい待ったなし。池田さんが得意とするのは相手と組み合う四つ相撲。特に左の回しを取れば、これまでどんな巨漢でも投げ飛ばしてきました。身長172センチ、体重95キロ、調子は上々です。先輩としてのプライド以上に池田さんにも負けられないわけがあります。池田さんは2人の子供の父親です。長女の愛梨ちゃん、そしてわんぱく盛りの長男の雄志くん。最近雄志くんは相撲を始めました。池田さんは雄志くんが一生の思い出にできるような、そんな相撲を取るつもりです。自分が今回役相撲を取るんで、自分の姿を見せて、自分が、今までやってきて、こんな相撲ってこんなもんなんだよっていうのを入試に言葉じゃなくて、実際に目で見てから体験して、何か伝われば、いいかなと、嬉しいかなと思ってです。過疎化が進む隠岐では、島を離れる若者が後を絶ちません。将来どこで暮らすことになっても、島での日々を忘れないでほしい、池田さんの願いです。本番まで1週間、毎晩夜でごちそうになったせいか、中田さんの体重は5キロ増え、140キロになっていました。本番でのしこ名も万竜に決まり、順調に稽古を重ねる中田さん。でもどこか満足できない様子です。池田さんとの前回の対戦の記憶が頭から離れなかったからです。3年前の相撲大会の時でした。中田さんは準々決勝で池田さんとぶつかりました。中田さんは池田さんの強烈な左上手投げをこらえきれず、土俵に転がされました。西池田君の勝ち。本番が近づくにつれ、周囲の期待は予想以上のプレッシャーとなって重くのしかかっていました。もう毎日いっぱいいっぱいですね。でもまあそれが結局選ばれたもののあれだと思ってますんでね、もう頑張るしかないですね。7月9日、いよいよ本番。隠岐全島から力士が続々と集まってきました。
大会の開始は夕方5時。しかし準備は朝から始まっています。古典相撲は神様に奉納する神事です。役力士たちは今日から明日にかけてさまざまなしきたりにのっとって行動します。女性はご法度という場面も少なくありません。離れて中田さんを見守っていたのは妻の夏美さんと息子の大輔君です。まだ明日なんで撮るのがあれなんですけど、無事に撮り終えてもらえればなと思ってます。翔さん大関の中田義之並びに役力士、それから各力士の皆さんの活躍とご健闘を祈りまして乾杯。化粧回しを締め終え、地区の世話役と出陣式です。隠岐で5年ぶりの神事が始まりました。親のよ愛犬と話すべの花はよ。相撲甚句の歌声に乗って島を練り歩く力士たち。まず向かうのは地区の氏神が祀られている神社です。こなった総三役大関におきまして万竜万竜。土俵入りが奉納され、勝利とともに島の五穀豊穣を願うのです。午後4時45分、肌寒さを感じる霧の中、土俵は静かな熱気に包まれていました。島の内外から訪れた観客は2500人に上ります。もう古典相撲はね、隠岐の伝統の行事ですけどね、皆もう地元上げて言うべから。自分も昔相撲やってたから、やっぱりなんかこうそういう血が騒ぐっていうか、やりたい気持ちになります。夕方5時、一昼夜にわたる古典相撲の幕開けです。さてこの旅、新しき隠岐空港が完成をいたし、最初に行司役が古典相撲開催の口上を述べます。この方、実は座本地区の郵便局長さん。時々声が裏返るのは緊張のせいでしょうか。本日の相撲を取り組ませてご一覧に立てまつります。続いて土俵入り。ここでは独特の紹介の仕方をします。前奥のおっさんでございます。森雄太郎栄町は竹原の安さんでございます。安さんは長男、おっさんはそれより下の兄弟のことです。農協中村店で真面目に勤務しております
西村大前の暗算。土俵入りを見れば顔と名前だけでなく職業や兄弟関係までわかる仕組みです。最近色気づきました。ちょっとお茶目な27歳でございます。ただいま卵募集中、皆さんよろしくお願いいたします。島の男たちの顔見せ興行。古典相撲で見初めてカップルになるケースもあるとか。続きまして上がりますのは、本日寄方力士のしんがりを務めます中田義雄、豊永のおっさんです。日没前から延々3時間以上続いた200人の土俵入り。最後を飾る役力士が土俵に上がったのは午後8時半過ぎでした。午後9時、いよいよ島を二分しての真剣勝負の始まりです。古典相撲には特別なしきたりがあります。同じ取り組みが2番続けて行われ、先に勝った力士は必ず次の勝負で負けます。勝ちを譲り合うことから人情相撲と呼ばれています。狭い島でしこりを残さないための工夫です。そうは言っても勝負は勝負。力士たちは先に勝ち名乗りを受けるために全力でぶつかり合うのです。そしてこちらも古典相撲の名物、力士たちにかけられる大量の塩です。一晩で巻かれる塩の量は実に 1.5 トンにもなります。中学生から大人まで総勢200人、300番もの取り組みが夜を徹して行われます。会場の周りでは一晩中出店が軒を連ねます。もう帰んの？帰らん。朝までおる。朝までおんの？おるかな。それでね、朝まで。はい。疲れませんか？いや、いつも古典相撲は朝まで見るから大丈夫です。夜を徹して行う古典相撲には観客を飽きさせない工夫が凝らされています。こちらは相撲踊り。そしてこちらは相撲甚句。自慢の喉を披露します。まるで真夏の夜の夢のように不思議な一夜が過ぎていきます。あ、そうです。はい。寝ます。あ、ご苦労様でした。ご苦労様。役力士たちはそれぞれの地区ごとにこうした陣宿を構え、朝方になる出番に備えます。
土俵の歓声を遠くに聞きながら自分の取り組みまでの張り詰めた時間を過ごします。深夜、会場がひときわ盛り上がった取り組みがありました。5人抜きです。1人の力士が5人連続で勝ち抜くまで勝負を続けます。次々と対戦相手が現れ、途中で負けるとそこから次の5人抜きが始まります。さあ1人目押し倒し、さあ今度はどうだ。2人目見事一気突き倒し、さあ次は3人目だ。一気に持ってった押し出し、さあ続いて4人目押し倒し、さあ最後5人目一気に出た押し出し、見事5人抜きに成功したのは高校2年の池田明宏君。満場の喝采を浴びて将来役力士になる夢を膨らませていきます。島の人たちにとって古典相撲は昔も今も特別なものです。島を離れた人もこの日ばかりはふるさとに戻り、仲間たちの活躍を魚に酒を酌み交わすのです。朝5時、真夜中から降り始めた雨が残る中、夜が明けました。開始から12時間、すでに取り組みの数は250を超えています。いよいよ中田さんたち役力士の出番が近づいてきました。結局中田さんはほとんど眠ることができませんでした。午前8時45分、まず中田さんたち寄り方の役力士が会場に向かいます。少し遅れて池田さんたち座元の役力士も姿を現しました。開始から17時間、いよいよ古典相撲のクライマックス、役力士同士の戦いです。まずは小結戦。
き落としで座元が勝ちました。続いて関脇戦。投げの打ち合いを制したのはまたしても座元側。寄方は2番続けて最初の勝負を落としてしまいました。意地を見せられるかどうか、中田さんにかかってきました。寄方は北方の豊永のおったそして結びの一番、大関戦。中田さんと池田さんが土俵に上がります。世話役の福浦さん、3連敗阻止の祈りを込めて中田さんを送り出します。池田さんの長男の雄志君、お父さんの晴れ姿を見届けます。ほらお父さんだ。大敵に起きまして若龍若龍時間いっぱいバッタリです。はい手をつ中田さんはまわしを取られないよう一気に寄りました。一瞬早く体が落ちたのは池田さんの方でした。続けて2番目の取り組み。今度は池田さんが左の足をがっちりとつかみ、中田さんを投げ飛ばしました。40キロ以上重い相手と互角に渡り合った父親の姿。雄志君の胸に確かに刻まれました。古典相撲では取組みを終えた役力士同士、兄弟のちぎりを結びます。真剣勝負をした証として死ぬまで互いの面倒を見る新たな絆が生まれるのです。19時間にわたって繰り広げられた戦いは、役力士が土俵を支えた柱を分け合い幕を閉じます。役力士たちは柱の上に乗って地元まで凱旋します。池田さんは息子の雄志君と一緒に柱に乗りました。
ゆうし君にとっても忘れることのできない夏になりました。中田さんの140キロの体を担ぎ上げたのは、ずっと支えてくれた五家地区の仲間たちでした。みんなの、応援と、今まで僕がやってきた成果って言ったらあれですけどね、そんな証ですよね。はい、つながりの証みたいなものです。少しでも相撲を盛り上げて、後輩たちをたくさん送り出してやろうと思ってます。200年以上にわたって隠岐に受け継がれてきた古典相撲。その伝統は誇らしさの中で次の世代に受け継がれていきます。